僕たち ILC 科学少年団は前回までさまざまな場所で ILC について学んできました。今回いよいよ最終回。今回は役を離れてこの ILC と改めて向き合っていきます。まずは9月27日に行われた宇宙はどうやって始まったの？ ILC 科学少年団と遊んで学ぼうの模様をご覧ください。宇宙の研究をしようとしたときにどんなやり方があるかな、わかるかな？国際宇宙ステーション。他には望遠鏡とか。よく知ってるね。でもね、おじさんはそういった宇宙を見るとか行ってみるとかそういうのじゃなくて、ちょっと違ったやり方で宇宙の研究をしてるんだよ。素粒子っていう小さな粒を使うんだよね。そう、よく覚えてるね。じゃあ、その小さな粒と大きな宇宙というのはどういう関係があるか。宇宙を作っている元になっているのがとっても小さな粒ね。でその小さな粒のことを、一生懸命勉強すると、この大きな宇宙のことが分かってくる。宇宙っていうのはすごく狭いところにものすごいエネルギーが集まってる。そこのすごい狭いところにエネルギーがむちゃくちゃたくさん入っているという状態から始まったのね。でその宇宙を再現する機械っていうのが加速器というものなんだ。粒子を小さな粒をあっという間に光のスピードぐらいまで加速して、衝突させて、で宇宙の始まりを再現するのが加速器というものなんだよ。それで日本に作るかもしれない ILC っていうのはその中でもものすごく素晴らしいもの、一番素晴らしいものになるんだ。で ILC っていうのは、国際リニアコライダー、インターナショナルリニアコライダーの頭文字を取ったものです。でこれを作るのは長さ 30km のまっすぐなトンネルを作って、設置します。でぶつけるのは、電子という名前のついている。でそれぞれを、30km の両端まで運んでいって、真ん中で実験をすると。でこれが、規模は小さいんだけれどもビッグバン、宇宙の始まりをもう一度再現したことになると。こんにちは。こんにちは。私はこの番組でナレーターを務めている佐藤圭一です。今日は科学少年団の役を離れてみんながどれくらい ILC への理解を深めたのか、 ILC 科学少年団卒団テストを行います。台本ありません。できるかなそれで。とは言ってもそれほど難しいテストではありません。1話から9話までを振り返りながら今まで聞いたことを思い出してみましょう。まずは基本的な問題です。 ILC インターナショナルリニアコライダーは何かと何かを光の速度に近い速さで衝突させる装置だったよね。ではその何と何を衝突させるんだっけ？はい、はるくん。素粒子。正解です。素晴らしい、素晴らしい。素粒子と素粒子を衝突させる装置だったね。素粒子について第2話で簡単に復習しましょう。我々が普段見ている物質の世界を細かく見ていくと、すべての物質は原子分子でできていることがわかるよ。さらに原子は原子核とその周りを飛ぶ電子でできていて、もっと細かく見ると原子核は陽子中性子という細かいもので成り立っている。そしてその陽子中性子もクォークというものでできている。このクォークが現在考えられている最小の粒子、素粒子なんだ。素粒子という最小の単位のものを調べることで広大な宇宙の謎に迫ることができる。宇宙は常に広がり続けていると言われている。ということは宇宙はもともととても小さかったんだ。だからこの小さくてエネルギーが高い状況を調べることで宇宙の始まりを知ろうということなんだね。でも加速器実験でわかるのは宇宙の謎だけではなかったよね。
第5話では加速器実験を応用した装置を見に行ったけど、どんな装置だったかな？加速器実験が何かに応用されている、他の分野でも使われているみたいな。はい、タク君。がん治療。正解素晴らしい。あれでしょ、はるくんがやったやつ。素粒子を調べるための装置は医療の世界でも役立つんだね。みんながよく聞くレントゲン装置も加速器の一種なんだ。では続いての問題。 ILC では 31km の長い加速器を使って素粒子を加速させます。だけど加速器だけでは実験できません。7話では KEK のベル2という装置を見ましたが、加速器実験で必要なベル2のような装置をなんて言うんだっけ？多分ね、頭の中に絵は浮かんでるんだけど、名前がわかんない。なんかほら見に行ったじゃん、3人で。そうパーツみたいなやつでしょ。パーツ大きいさ、工場みたいなところに行って、なんかこうやってやってたやつ。そうプレスがやってた。なんだ。あ、そうそう。そこでなんか見たやつ。名前。長さが高さがこれぐらいってやつでしょ。確か。高さだかな長さだかが。なんか明るい色の。でも絵は分かってんだけど。測るんだよね。そう。はい、来ました。はるくん。測定器。正解。そうだ。思い出した？あったっけ、そんな。あったよ。この測定器によって素粒子がぶつかった結果生まれたエネルギーから新たに誕生する素粒子を観測するんだったよね。ひなちゃん頑張ってね。はい、最後の問題ちょっとね、これすごく簡単だからいきます。では最後の問題です。この ILC 装置、現在最有力建設候補地となっている国はどこでしょうか？分かってるんだけど。いや、分かる。わかる？分かる。これ簡単だよ。ここで。分かる。はい、ひなちゃん。日本正解。正解です。で、さっきたっくんがほぼ答え言ったここってここだよ。そう、この日本に国際プロジェクトがやってくる可能性が高いんだ。世界中から宇宙の謎を解き明かすために研究者が集まる。科学の世界の新しい常識が生まれるかもしれない。その誕生の地、新しい時代の発信源が僕たちの住む日本になったら嬉しいよね。では今日のテストはここまで。みんなよく頑張りました。3人とも無事卒団です。でもせっかくここまで調べたんだし、もっといろんなこと知りたかったよね。日本で始まるプロジェクトなんてワクワクするよね。 KEK みたいな最先端をもっと見たいな。3人ならそう言ってくれると思っていました。ここで発表があります。なんと ILC 科学少年団好評につき続編決定。シーズン2としてまだまだやります。シーズン2ではさぬき先生はもちろんのこと、 ILC に関するいろいろな分野の先生が登場します。さらに KEK よりさらに遠い場所に出かけてしまうかもしれませんので、視聴者の皆さんもお楽しみに。 ILC 科学少年団ではご意見ご感想をお待ちしています。ご応募いただいた方の中から抽選で毎月20名の方にプレゼントを差し上げております。ぜひご応募ください。 ILC 科学少年団シーズン1ご覧いただきありがとうございました。シーズン2はさらにパワーアップしてお届けします。どうぞお楽しみに。それではさようなら。